こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、爽やかで美しいイラストですよね。白鶴さんの作品で、タイトルは夏の思い出。フェイトグランドオーダーのテノチティトランが主人公にワンピース姿を見せつけて微笑むところを描きました。静かで上品な雰囲気を目標にしました。私は色表現が特に苦手で、濃い色を使うと濃くなりすぎ、それを嫌い薄くまとめた結果、印象が弱くなることが多いです。プロのような目に留まりやすい作品を作るには何が足りないのか添削よろしくお願いします。以下、特に改善したい点です。1、全体的に物足りない、見栄えがしない。2、上手な加工の仕方。3、エフェクトドットや交際等は見栄えがしているのか適切なのか。以上です。その他改善点は山ほどあると思うので、可能な限りよろしくお願いします。過去の添削部分と重複があるかもしれないですが、何卒よろしくお願いします。ということで、はい、白鶴さんご応募ありがとうございます。全体的にね、色も綺麗でよくまとまっていて素敵な雰囲気のイラストだと思います。ただですね、白鶴さんもおっしゃっているように印象が弱いという点が気になる部分かもしれませんね。なのでこのイラストの何が印象を弱めているのか、そしてどうすればパッと多くの人の目に留まりやすいような印象の強い絵にすることができるのか、その部分をね、添削を通して解決していきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。でですね、もう早速最初に核心部分ついちゃうんですが、はい、白鶴さん描くのが苦手な部分から逃げていますね。バレてますよ。はい、いきなり失礼しました。これは白鶴さんのいい部分でもあるんですが、ここはちょっとあんまり得意じゃないから、今回は描かずにうまくまとめようっていう部分があってですね、例えば向かって左側のこの腕ですね、こっちの腕はだらーんと下げてスカートに隠してしまって描くのを避けています。多分ね、手に苦手意識があってあんまり描きたくないのかもしれません。それとこの下半身もですね、うまくトリミングしちゃってワンピースの上の部分だけが見えている状態にしています。多分全身を描くとバランスが取りづらいので、ここをねこうぶった切りつつで、まだそれでもバランスがちょっと気になったんでしょうね。こういうエフェクトドット柄をここに配してですね、スカートの印象をぼやかしてしまっているんですね。はい、こういうごまかし上手な部分っていうのは実はね、絵を仕上げる上で結構大事な部分なので、白鶴さんの良さの一つではあるんですが、でもこればっかりやっていると成長を邪魔する悪い要素になってしまう側面があるので、今回はね、白鶴さんがあえて苦手な部分に目をつぶらずにしっかりとその部分を改善していっちゃいましょう。はい、ちょっとスパルタでいきますよ。覚悟してくださいね。でも大丈夫です。白鶴さんは書く力がしっかりある方なので絶対に乗り越えられると思います。さて、それではまずはこうしちゃいます。はい、ですね、僕は結構キャラクターは大きく配置した方がいい、積極的に関係ない部分はトリミングしちゃいましょうとお伝えすることが多いんですが、トリミングする際には一点注意があります。それはトリミングした結果、あまりにも情報量が少なくなること。情報量が少なくなってしまったら、もう少しねカメラを引いてあげた方がいいってことです。どういうことかというと、添削前を見るとですね、このワンピースの上でトリミングしているせいで、この辺の見どころがあんまりないんですよね。なので画面の下の部分にあんまり目がいかない。この辺全部ですね、もうあってもなくてもどうでもいいような感じになってしまっているんです。絵的にですね、この部分が何も貢献していないんですね。それが印象の弱さにつながっちゃっているっていうことです。なのでこういう場合にはいっそカメラを引いて太ももまで入れてあげちゃいます。そうするとここに肌色とワンピースのコントラストさが生まれますので、なんか書いてあるぞってね、見ている人の興味を引く量が増えるんですね。あとちょっとこれは説明するのが難しいパートではあるんですが、一旦直してみます。はい、こんな感じですね。左腕を若干上に上げて、この肘の角度を見直してみました。これはですね、人体的な構造がおかしいからとかそういう理由ではありません。人体的な構造としてはね、前の角度でも全然おかしくないんですね。じゃあなんでこういう風に直したのかというと、絵の流れ全体を見た時に、このイラストって髪の毛のこのサラサラっとした流れが美しいイラストだと思うんですよ。こういう感じの流れですね。こっち方向の流れです。でこのサラサラとした流れにこの腕がですね、こうガキーンとこう流れを邪魔しているように感じたんですよね。なので僕はですね、
すごく些細なことなんですが、こういうですね、三角形を作って、こっち方向の流れをあまりにも邪魔しないように、ここのね、シルエットを調整してあげたというわけです。ただね、この辺はあくまで美的感覚の話なので、この直す前のね、サラサラ楽器みたいな、このまま良くする方法もあるとは思うんです。こういうのってね、僕は美的感覚の基礎で呼んでいるんですが、その部分を磨くにはね、リズムとフォースという感覚を磨くのがいいと思うので、参考になる動画を概要欄に貼っておきますね。さあ、今は先に進みましょう。太ももまで画面に入ったことで、下半身の書き飛ばし部分が気になるようになってしまいました。下半身もう少ししっかり書いていきましょう。はい、こんな感じです。添削前はですね、この辺りをエフェクトを使って白飛ばししてしまっていたこともあって、印象がね、ちょっと弱かったんですが、こうやってちゃんと書くと印象が強くなるのがわかると思います。エフェクトの使い方が合っているのかと、白鶴さんは気にされているポイントがありましたが、そういうね、印象を和らげる効果という考え方も、時には大事なんですが、もっと絵を上手くなりたいと思うのであれば、今ついついやってしまっている隠す使い方をやめて、逆に自信がある部分を活かすようなエフェクトの使い方にシフトしていくのがいいと思いました。さて、ワンピースの下の部分を描いたので、ちょっと上とのつなぎで不自然な部分も出てきてしまいました。少し補足していきます。はい、こんな感じです。そしたらですね、次、隠れている右腕ですね。こちらも描いていきましょう。こうです。はい、右腕も隠さず描いちゃいましょう。無理にね、両腕を描く必要はないんですが、こうした方がディレクショナルフォースがうまくつながる感じがあるんですよね。さっき説明した髪の毛のこういうフォースと、あとこっちからの腕のこういうフォースが、この腕をつけることによってね、うまく合流していいリズムを生み出す感じが僕はしています。ちょっとね、ディレクショナルフォースって呪文みたいで何言ってるかわからんっていう人、はい、大丈夫です。概要欄の動画を見てくださいね。これ超重要な部分なので、ぜひね、後で確認してみてください。さて、髪の毛も若干調整していきます。はい、黒髪の流れを少しだけ修正しました。次は青い髪の方も修正します。何を意識して修正したのかというと、ほんの少しですけどね、こっちにこうサラサラと流れているこの流れを意識しながら髪の毛を修正しました。もともとね、髪の毛の流れは綺麗にかけていたので、そんなに大きくは直しておりません。それとカメラを引いたので、帽子がちょっと見切れちゃっていますね。ここも補っておきましょうか。はい、こんな感じです。ちょっとごめんなさい。帽子のこっち側にリボンがついているのか、ちょっとね、資料を探してもわからなかったので、一応つけちゃいました。元イラストでは、向かって左側にリボンがついているデザインになっていますね。はい、間違っていたらごめんなさい。ただね、ここ1個補足しておくと、書くのが面倒な部分ってあるじゃないですか。例えば今書いたリボンもそうですし、白鶴さんが書くのをはしょっていたこの右腕もそうなんですが、書くのが面倒な部分は、なるべく書いてください。はい。なぜならその方が簡単に
に見栄えをさせることができるからです。書くのが面倒っていうのはどういうことなのかというと、要するに情報量が多い場所なんですよ。そこにギュッと要素が密集している。だから書くのが面倒なんですよね。手ってね、こう情報量が密集していますよね。だから手って書くの面倒なんですね。ただ情報量がギュッとそこに密集しているっていうのはどういうことなのかというと、それは見ている人の見応えに直結する情報なんです。そこをあえて省いてしまうと、絵としては単純に見栄えがしなくなってしまうんですよ。情報量がね、多い部分を見てしまうと、書き手としては、ここ書くの面倒そうだなと感覚的には思ってしまいますが、それはですね、実は逆なんです。逆にその部分さえちゃんと書いておけば、絵の情報量を一気にアップすることができて、見栄えを簡単に高めることができます。逆にね、情報量がない絵って結構難しいんですよ。例えばドラえもんの顔とかね、結構情報量が足りなくて、上手にドラえもんの顔を描くことって意外とですね、上級者でも難しいんですよね。はい、なのでこのことはね、ぜひ覚えておいてください。さて、ちょっと目元も軽く調整します。はい、こんな感じです。さあ、そしたらここもポイントです。明るさの調整ですね。こうしちゃいます。はい、これも白鶴さんが気にされていたポイント、キャラをあまり濃くできないっていう悩みについてなんですが、解決法としては比較的簡単で、最初から濃く描くのが難しければ、後からこうやって定山レイヤーを追加して上から暗くしてあげるっていう手もあります。こうすれば後からね、色を見ながら明るさを調整することができます。で、やってみてやっぱ濃くしなくていいやっていうのであれば、これを非表示にすればいいだけですし、今回は逆光のイラストだからキャラクターをもっと暗くしたいっていう場合にはこのまま残してもいいでしょう。さあ、仕上げ、背景の部分です。背景は結構ぼやかして書いてあって、そもそも何が書いてあったのかわからない状態だったので、だから印象が弱くなってしまったっていうのはあると思うんですね。そこまでいろいろなものを書き足さなくてもいいので、少なくとも海と空がありますっていうのだけ分かれば、もう少し印象が強められるのではないかと思います。例えばまずはこうします。はい、ただ水平線を描いただけなんですが、これだけで何が書いてあるのか見ている人も分かりやすくなると思いますので、印象は強まると思います。あとは背景の雲とかに意識的に補色を使うっていうやり方もあります。こうです。はい、雲を若干黄色寄りに光らせて、キャラクターの青と真逆の色にしてみました。こうすることでキャラクターと補色関係が成立するので、背景の黄色とキャラの青で印象を強め合うことができます。さあ、最後、添削過程で消してしまった光のエフェクトを追加していきます。はい、今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。ほとんどね、キャラクター部分変えていませんが、見比べるとね、印象が強くなったのがお分かりいただけると思います。やっぱりですね、この左下の部分、この辺がですね、ちょっとうっすらとしていましたので、はっきり描くことで印象がね、パッと明るくなってはっきりするのが分かりますよね。はい、今回はご本人が気にされていた印象の弱さに着目し添削をしてきました。印象が弱いっていうのは単純に画面に情報量が足りていないっていうことが多いです。原因は様々ありますが、今回について言えばちょっとね、自信がなかったからか、ここは今回書かないでおこうか、ちょっとここは自信がないからエフェクトで飛ばしてしまおうかとか、そういった少し逃げ腰な姿勢で書くのをやめてしまっていた部分があって、でそのせいで情報量が少なくなっていた部分があったように感じました。白鶴さんはね、ちゃんと書ける人だと思いますので、ちょっとここは自信がないな、面倒だなって思ったところこそしっかりと書いてみてください。エフェクトでもごまかさないで見てくださいね。それだけでね、しっかりとインパクトのある印象が強いイラストが描けるようになると思いますよ。頑張ってください。応援しています。
そしてさっき紹介したリズムとフォースについての動画、初心者必見、アプライドフォースをご存知ないの URL も動画下の概要欄に載せておきます。絵作りにはね、かなり重要な概念なので、どんな内容だっけって思った方はぜひぜひチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。